こんにちは、すみれです。葵です。すみれ、最近ネットで話題になってる韓国人ババアが日本人女性にやらかした事件について詳しく知ってる？ああ、それなら知ってるよ。電車に乗って座っていた日本人女性をいきなりぶん殴った韓国人ババアのことだよね。最近、やばい外国人が X とかでもさらされて治安の悪化を感じるけど、電車に乗って座っていただけの日本人をぶん殴るって。電車で座ってただけの人いきなりぶん殴るなんてどういうことなの？その韓国人ババアが話題になったのは X にされたとある投稿がきっかけなんだけど、その投稿によると12時半頃東京メトロ有楽町線市ヶ谷の出来事です。足首を怪我していて負担をかけないように電車に座っていました。他の方が来た場合は譲るつもりで座ったら同じ駅から乗った韓国人ババアが席から立てと騒がれて、この動画の通りです。ちゃんと殴られましたと、足首を怪我していて負担をかけないように電車に座っていた日本人女性が同じ駅から乗った韓国人ババアに席から立てと騒がれ殴られたんだって。本当にそんなことがあったの？実際の映像も残っていて、その映像を見るとバカ野郎って言いました？何？あなたもですよ。あなたに、どうも、いるわ、シャンナナ。어디年寄りにそんな言い方があるね。何ですか、もう。너는、いや、降りて、警察。うちの帽子。ねえ、降りて。用事あるの。私も用事ある。1時に。ね、私も弁護士さんと会う約束だ。このように撮影者である日本人女性が席に座っていたところ、どうやら横に韓国人ババアが来たらしく、若いくせに座ってるのが気に入らないのか、バカ野郎などと言いながら投稿者に強烈パンチを食らわせたんだよ。それで映像の続きを見ていくと、帽子返してください。そうしたら謝れ。なんでですか？なんで、これだよ、今の若い子たちは。だから日本がこんな風になってるんだよ。崩れた日本に。誰一人言う人間がいないんだよ。だから昔は日本が世界で一番いい国だった。だから私が来たんだ。今もいい国です。何が言ってるの？バカ野郎。私の帽子返してください。これ盗んでますよ、私の帽子。ねえ、私の帽子盗んでますよ。降りて、警察行こう。叩こうとしたらやばいですよ。暴行ですよ、それ。くれ、暴行だ。返してください。謝れ。ごめんなさい。返してください。素直に謝れ。謝りましたよ。何？謝りました。謝った。当たり前じゃんか。あなたも謝ってください。私の盗んでる。何があなた？私80歳だい、K 같은 년。はい。バカ野郎。でも私敬意を払って今謝りました。これが人間なの？人間です。生きてるんで血も流れてます。はい。性格を人間に生まれたら人間らしい人間になりなさい。人間です。座ってください。危ないので。너本当に性格人間に生まれたらば立派に人間になれ。なってますって感じで、このババア日本人女性を殴ったことを謝罪するどころか、撮影者の帽子を奪って私の帽子返してくださいと撮影者が言ったら、この韓国人ババアなぜか、これだから今の若い子は昔の日本は素晴らしかった、だから私は日本に来たんだとか、トンチンカンなことを片言の日本語で言い始めたんだよ。それで日本人に対して迷惑かけまくるこの韓国人ババアに対し、ネット界隈では、韓国の電車では年長者が来たら有無を言わず席を譲り、それに対して礼も何もなし、当たり前のことでした。ところが最近はそうでもなくなっている模様。時代の変化にイラついているのかも。でもこういう国民性だよ。とりあえず警察に通報が一番やな。暴行された上に謝罪を強制され帽子も取られた。私は足首を怪我していたので負荷をかけないために優先席に座ったらこうなりました。これで客相手が悪いし、暴行されてるし、強要罪も適用されるはずですんで刑事事件に行けんじゃないかな。
韓国は儒教で年長者は絶対と聞いたことはありましたがガチでそんな感じなのですね。感情的になりやすく抑え聞かないともよく聞きますし、相手がまだおばさんで不幸中のコートも昔の暴行事件から思えます。よく耐えましたね。仕方ないとはいえ助け舟ないのもなかなか悲しい。この方に似ている方を総武線でも目撃しましたよ。動画見てびっくりしました。その方も片言な日本語でなぜか優先席以外の座席の方に暴言吐いてました。同一人物かもしれませんね。顔は遠かったのでうろ覚えですが、雰囲気はこんな感じでした。お気の毒でしたね。これはやばいですね。非常通報ボタンを押していい案件だと思いますよ。外国から来たくせに、今の日本は、とかお前が日本語るなと、挙句帽子まで盗むとか、相手の方が人間じゃないでしょ。などなど、当然だけど、突然電車内で日本人に喧嘩を売る韓国人ババアに対し、なんてことしてくれてるんだ。自分が迷惑なのは勝ってないのか、というまともな意見がほとんどで、今、爆発的な炎上をしているんだよ。っていうか、突然、バカ野郎、などと暴言吐く時点でおかしいけど、そもそも、怪我をしているから座席に座ってるのに、それに文句をつけられて突然殴ってくるとか、もう理不尽にも程があるというか、完全に警察に逮捕されて当然の案件だよね。自分が生まれた国ではない、よその国なのに、このババアはなんで日本人に喧嘩売ってるのかね。暴言吐くわ、パンチを食らわすわ、帽子まで盗むわ、と、超大迷惑だし、こんな大声で叫ばれたら他の客も、うるせえよ、クソババア、と思っていそうな感じだし、片言の日本語で日本人に対して論破しようとしているのも滑稽すぎるわよね。映像途中の、これだから今の若い子は、昔の日本は素晴らしかった、発言を聞く感じ、この韓国人ババアは若い頃に韓国から日本に来て、移住したような感じだとは思うんだけど、そんなに長い期間住んでいるのに、ここまでマナーがなってないのは、日本に馴染もうとする努力すら感じられないわよね。もちろん、こういうヤバい人だけが移住してきているわけではないってのは当たり前の話だけど、こんな好き勝手暴れてたら、他の外国人も同じような目で見られる可能性だってあるわけで、自分が自国、韓国のイメージを下げてるってことにも気づかないんだろうな。そもそも、今回の発端となった若い人が席に座るな、っていう話も、日本と韓国では文化の違いがあるわけで、そこに文句があるのなら、さっさと韓国に帰った方がいいわよ。結局、昔の日本は良かったとかどうこう言われても、それがパンチしてもいい正当な理由にはならないわけで、今の日本が気に入らないのなら、帰れば、っていう話だし、それに他の人の話では、この韓国人ババア、コンビニで列の割り込みなどの行為も日常的にやっているみたいだし、撮影者である日本人女性も怖い思いをしたはずだから、このババアは本当終わってるよね。っていうか、今回のこの韓国人ババアとのトラブル、警察沙汰になってもおかしくないとは思うんだけど、この後どうなったのかに関して何か情報があったりするの？どうやら、この動画の撮影者である日本人女性が、その後のことに関してツイートをしていて、そのツイートを見てみると、昨日の電車で起きた韓国人ババアにやられたギャルです。皆さんから心配の連絡が来るのでぜひこちらを見ていただけたら嬉しいです。と、韓国人ババアに殴られたり、帽子を奪われたりしたものの、帽子は返され、特に怪我などもなかったそうで、撮影者である日本人女性は無事だということが、本人の情報から分かっているのよ。結構がっつり殴られてたけど、特に怪我とかなかったのならよかったよね。この韓国人ババアがこの後警察行きとなったとか、そういった情報とかはないの？特に何の情報もないから、この韓国人ババアがその後どうなったのかはわからないんだけど、でも、特に撮影者の日本人女性も警察に突き出すとかそういったことはしていないみたいだから、この韓国人ババアは今もどこかで日本人相手に喧嘩を売っているかもしれないわね。まあ、この感じじゃ反省なんて言葉も知らなそうだし、席に座ってる若い人を狙ってイチャモンつけてる可能性は高いよね。まあ、正直ここまで来たら、日本が好きとか言っているけど、本当は反日なんじゃないかとも思えてしまうけど。まあ、何もしてない人にここまで強気に出る時点で頭は間違いなくおかしいし、反省する気もないだろうから、せめて、このババアが他の日本人に迷惑をかけていないことを祈っておきたいところだよね。ほんと、我が物顔して、日本がどうこう言って迷惑かけるのだけはやめてほしいところだし、日本に住むのなら、日本のルールは守る、これくらいの最低限のことはやってほしいわね。ってことで、
今日はこの辺りで終わりにしようか。みんな最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。